これ冒頭のですね、一番最初にキキが映るシーンです。で、まだ黒い服ではないです。で、黒服は旅立ちのですね、夜に着せられるんです。つまり、黒い服を着るというのは魔女になった印ですね。で、魔女になったら、ここから先、キキはずっと一生黒い服を着るんですけども、原作でですね、この黒い服を着る理由が書いてあって、なんでかというと、かつての弾圧時代の名残だと。つまり魔女というのはいろいろ悪いことをする存在だというふうに思われてたので、そうではありませんと、私たちは質素につつましく生きていますというふうなことで黒い服を着るというのが、一番最初ですね、お母さんのコリコさんがキキに説明してるんですけどもですね、ただこの原作の設定をですね、宮崎駿は採用してないんですよね。宮崎駿がなんで黒い服を着るのかというと、一番粗末な服を着ると。だってそれが修行だろうと。修行というのは一番粗末な服を着てやるものだからっていうふうにですね、言ってるんですね。このアート・オブ・キキズ・デリバリーってですね、魔女の宅急便の、美術本があるんですけども、これの中で何度も書いてるんですけども、56ページですね、ひと夏にした理由というのを書いてます。ひと夏っていうのはどういう意味かっていうと、実は原作版の魔女の宅急便ではですね、1年の話なんですね。で、この1年の話っていうのを映画のアニメの魔女の宅急便ではですね、夏の初めから終わりの話にキュッと縮めてるんですね。で、その理由は何でかっていうと、その黒い服で、夏のですね、バカンスも盛んな街じゃないですか。だからみんな派手で綺麗な服を着てると。で、そんな街にひと夏の間黒い服で行くですね、惨めさっていうのを主人公に味わわせたかったと。なので、その黒い服でひと夏街で過ごすことをちょっと主人公に体験してほしかったというんですけども、しかしですね、その理由だったらこの冒頭寝転んでる真っ赤なリボンですね、巨大なリボン、これをね、つけたままっていうのがね、ちょっと矛盾してるんですね。これ見てください。着せ替えられてるキキとですね、母親なんですけども、このリボンね、初期設定ではここまで大きくなかったんですよ。初期案のキキはロングヘアだったんですね。なんでそもそもこのリボンつけてるのかっていうと、初期案のロングヘアが残ってるからなんですよ。原作のですね、魔女の宅急便からですね、アニメにするときにいろんなアニメーターが書いた案です。左上のですね、このキキはですね、ロングヘアです。しかしね、ロングヘアの女の子を出すと、髪の毛の処理が難しいんですね。特に魔女の宅急便っていうのは、動き回るアクションシーンも多いのでですね、髪の毛を描くのがすごい手間になると。なので、行動的なキャラクターっていうのは、ショートヘアにする場合が多いんです。アルプスの少女ハイジも思い切ってショートヘアにしたのは、あれは行動的にするためなんですね。で、空を飛ばすのもロングヘアのままでは難しくなると。なので、普段はロングで、空を飛ぶ時だけリボンにするっていうアイデアが生まれました。これがこの2番目のやつですね。空を飛ぶ時だけ、リボンするというアイデアになりました。普段ロングヘア。で、それをですね、もう3番目、左下ですね、思い切ってツインテールにしてしまおうですね。ロングヘアをリボンで結んで、後ろで一つにくくってたら、もう動かしにくいんで、もう思い切ってツインテールにしちゃおうと。で、右下4番ですね。動かしにくいんだったらもういっそのことをショートヘアにしちゃったらどうだろうかですね。この段階に至ってはもうすでにもうリボンいらなくなった髪留めだけになったんですね。もうショートにするんだったら髪留め、というかリボンいらないんじゃないっていうふうになったんですね。で、しかし完成版ではですね、さっきお見せしたように、キキの頭にはですね、顔よりもでかいリボンがついてるぐらいなんですよ。なんでこのロングヘアからですね、ショートヘアになったのかですね。このね、リボンっていうのは、おしゃれのためにやってるんですね。キキのは憂鬱な顔してるんですけど、この憂鬱の正体は、頭の上のやっぱでかいリボンなんですよ。キキを押さえて押しつぶそうとしているんですね。で、話はですね、そもそも企画段階に遡ります。実は宮崎駿、この魔女の宅急便というですね、原作小説のことを、あんま面白いと思ってなかったんですね。で、自分のやりたい話じゃなくて、もともと広告代理店が持ち込んだ話でですね、そもそもですね、魔女の宅急便の企画が上がった時にはですね、トトロの真っ最中だったんですね。トトロの真っ最中で宮崎駿は毎日死ぬほど仕事してたんです。魔女宅というのは当時、若手の演出助手だった片渕素直さん、つまり、この世界の片隅にのですね、監督さんに任せて、イメージボードもですね、他の人に書かせたんですね。だから、最初、キキのですね、設定というのはロングヘアになってたっていうのは、その若手の人たちに書かせたからなんですよ。で、自分はですね、そのプロデューサーと脚本だけ担当すると。で、しかし困ったと、脚本を書こうとして、
本当はプロデューサーだけやるはずだったんですよ。で、脚本は別の人に頼んだんですけども、その脚本がどうしても気に食わんと。じゃあもう自分で脚本を書くしかないということで脚本を書こうとして、原作の小説を読んだらですね、さっきも言ったようにです。面白くないと。宮崎駿にとっては。というか、アニメにするには面白くないという意味なんですよ。なので困ってですね、鈴木敏夫さんに相談します。どんな話なのどんな話なの問い詰められて、とっさにですね、言い逃れでですね、口から出任せ語ったんですね。でこの口から出任せがこの天才の思考に載っているんですけども、これは児童文学に見えるけど、きっと読者は大人の女性が多い。っていうふうにまず言い切るんですよ。これ事実じゃないんですよ。完全に鈴木敏夫の妄想なんですよ。で、なぜ女性読者がこの小説を読むのか。それは都会に出てきた女性の話だからだと。魔女の話というよりは、都会に出てきた女の人の話だと。みんな自分の才能や能力に疑問を持ちながら、都会で一生懸命行こうと頑張ってる話だ。っていうふうに言ったんですね。で、宮崎駿はですね、それなら自分でも書けると思って安心して、脚本を自分で書くことを引き受けたんですね。しかし、早速ですね、宮崎駿は煮詰まってしまうんですよ。そこで鈴木敏夫はですね、いや、思春期の少女を書くんだっていう思春期を取り上げる大事さをもうたっぷり語って説得したんですよ。で、宮崎駿は俺思春期って苦手だから今までやったことがないんだよって言ったら、いや、だからこそあえてジブリで宮崎駿が思春期やるんですよっていうふうに鈴木敏夫が一生懸命プレゼンしたんですけども、いくらですね、その鈴木敏夫に言われても宮崎駿にはですね、やっぱり13歳の少女という思春期とかわかんないっていうふうに言うんですね。で、煮詰まった二人はですね、吉祥寺の街を3時間以上延々散歩します。で、南口の喫茶店に入ってですね、宮崎駿はですね、本当にマジで頭抱えたそうです。どうしたらいいのかなと鈴木さんが思ったらですね、宮崎駿はですね、泣き言を突然やめて、その喫茶店の紙ナプキンに急に絵を描き出したんですね。だから宮崎駿って理屈で考える人じゃなくて絵で考える人なんですよ。出てきたのがですね、これです。もう本当に最終的な危機に近いですよね。残念ながらですね、紙ナプキンに書いた危機というのはもう残ってないんですよね。これは宮崎駿が書いた最初期案です。で、顔がですね、今の危機よりもずっと物憂げ、悲しそうでですね、で、頭に巨大なリボンをつけてると。で、ショートヘアだからもうすでにリボンは必要とないんですけども、しかしこれこそがですね、宮崎駿が探していたアイデアだったんですね。頭の上にでかいリボンが乗っていて、それに押しつぶされそうになっていると。そうか、それを描けばいいんだ。ですね。だから、どういうふうに絵にしていいのか分かったので、一気に宮崎駿はここから気が楽になって、魔女宅の企画がどんどん進み出した。後に宮崎駿はですね、もう一度ちゃんと魔女の宅急便の原作を読んで驚きます。鈴木さん嘘をついたねと。原作を読んだんだけど、都会に出てきた女性の悩みとか自立とか全然出てこないっていうふうに言ったんですよね。結果、あまりに原作と離れたアニメを作ってしまった宮崎駿と鈴木敏夫は、後に原作者のですね、角野栄子に謝りに行くことになりました。で、一回は許してもらうんですけども、しかし完成したですね、アニメを見た角野は、これは別物ですねっていうふうにソフトに言ったんですけども、以後はですね、このアニメについては語らなくなっちゃって、2014年にはですね、原作通りの実写映画を作ることを許可するというぐらい、ちょっと、これは違うなというふうに、角野先生は思ったそうです。